こんにちは、なりきり読書チャンネルの京介です。今回はですね、こんなお悩みのメッセージをいただいております。ペンネームカタツムリさん、男性30歳の方です。私の会社では10人前後で集まる会議がよくあります。自分の意見をしっかり伝えたい場面も多いのですが、いざ話すとなるとうまく言葉にできず、結局他の意見に流されてしまうことが多いです。ひろゆきさんのように誰も否定することができないような論理的な話し方ができれば、もっと会議で成果を出せると思っております。そうした論破力ってどうやって身につければいいでしょうか。はい、ということで今回はこの奇弁と論破という本の内容を紹介しながら、カタツムリさんの疑問に答えていきたいと思います。まず、ひろゆきの論破ってどんな感じだったか覚えてらっしゃいますか？彼は ABEMA TV とか YouTube で学者とか政治家といった社会的に権威のある人と討論することがよくあるんですよね。で、相手がね、専門用語で固めたもっともらしい話をしても、ひろゆきさんはね、それってあなたの感想ですよねとか、なんかデータあるんですかとか、イエスかノーかで答えてくださいとか、こういうようなね、ことを言って論理を崩していくんですよ。そして相手がだんだん感情的になってきて言い返したりするんですが、最終的に視聴者はひろゆきがやっぱり論破したなというふうに感じてしまうんですよね。はい。で、2022年にそれってあなたの感想ですよねっていうこの言葉が子供たちの間で流行したんですよ。ここまでは良かったんですが、ここから問題が発生したんですね。例えば学校の掃除の時間にね、この女子がね、ちゃんとやってよというふうに注意をするわけです。その時に、それってあなたの感想ですよねって言って言ってしまったりですとか、親にね、宿題やりなさいっていうふうに言われても、それってあなたの感想ですよねっていう子供が続出してしまったということなんですね。確かにですね、ひろゆきの論破力っていうのはまさに怪物級と言っていいというふうにこの本でも言っています。はい。で、彼はですね、なんとか論破しようとする人も現れるんですけど、結局ね、彼と同じ土俵に立ってしまうと論理が崩れてしまって、笑っているひろゆきとしかめっ面になっている専門家っていうような光景、我々はね、何度も目にしてきましたよね。じゃあなぜ私たちはこの討論番組を見てしまうんでしょうか。それはズバリ、私たちは誰かを論破する瞬間そのものに魅了されているからなんです。はい、その中でひろゆきっていうのは圧倒的な強さを見せるからこそ多くの人の心を掴んでるんですよ。ペンネームカタツムリさんもそんなひろゆきに魅了された一人だというふうに思います。じゃあですね、人はなぜこのひろゆきの論破力に憧れてしまうのかっていうところをもう少し説明していきたいというふうに思います。で、ひろゆきの討論企画っていうのは大体構図が決まってるんですよ。基本的には何かの信念を持った人、そして特に信念を持たないひろゆきっていうこういう構図になってるんですね。そしてひろゆきは特に信念を持っていないのに勝率はだいたい8割だというふうに言われてるんです。そして多くの視聴者は論破される瞬間を見たいと思って番組を見てしまうんですね。はい。ひろゆきが論破の必須アイテムとしてよく用いるのが事実と論理というものなんですね。はい、例えば専門家がですよ、日本の賃金が低いのは働く時間が長いからだというこういう主張をしたとします。ここでもしもこの事実としてですよ、日本の賃金は世界一低いという間違ったことを言っちゃったとします。するとひろゆきなら、嘘つくのやめてもらっていいですかって一刀両断されてしまうわけなんですね。で、例えですね、日本の労働時間は他国と比較して長いという、これは事実が正しかったとしても、論理のつなぎ方が、例えばですね、もっと働く時間が短ければみんなが集中して仕事に取り組むようになって結果的に給料も上がるはずだと。ちょっとね、これ根拠が薄くてね、単純すぎる推論だと、おそらくひろゆきからそれ根拠どこにあるんですか、それってあなたの感想ですよねというふうに言われてしまうということなんですね。はい。つまり事実と論理両方大事で、どちらか一方だけでは説得力が生まれないということなんです。そしてひろゆきはこの事実とか論理がね、破綻してないかってことを常にチェックしているということなんですね。で、ここがポイントなんですが、ひろゆきにとって大事なのは討論の相手を納得させることではないというふうなことなんですよ。これ意外に驚きですよね。本当に彼が気にしているのは何かっていうと、第三者、つまり視聴者がひろゆきが勝ったというふうに思うかどうか、これを見ているということなんですね。はい。だからひろゆきは一
対1の議論は避けるというふうに言ってるんです。もしもね、これ1対1で議論して相手がね論破されてないというふうに言い張ったら、結局それで討論が終わってしまうんですね。なので代わりにこの公開されている場とかみんなが集まっている場で第三者に評価してもらう、こういう環境をあえて選んでいるということなんですよ。さらにひろゆきは相手を感情的にさせるためにわざとね不愉快なことを言ったりするんですよ。これもね討論を有利に進めるための戦略の一つということなんです。はい、でここで少し視点を変えたいんですが、この現代はですね SNS の時代ですよね。なので膨大な情報がたくさん溢れてきて、私たちはこの情報を全部処理しきれないじゃないですか。なので自分たちが知りたい情報だけをね優先的に取り入れてしまう傾向があるんです。これはね SNS のアルゴリズムの影響とかで AI とかが私たちがね興味関心に合ったね情報を優先的に表示してしまう、これが関係してるんです。でそんな中でですよ、この暴力的なコンテンツとか論破のね映像っていうのは広く拡散されやすいんですよ。なぜなら私たち人間はこの生存本能として危機とか攻撃に敏感に反応するからなんです。なので専門家がね感情的になって話しているのをひろゆきさんがね冷静に笑いながら交わしている様子を見ると、視聴者はね優越感を感じてしまうんです。はい、つまりこの論破コンテンツっていう魅力は真実を明らかにすることではないんですよ。論破そのものが知的なね言葉の暴力として機能して、見ている人をねスカッとさせる感情とか優越感を与えるんです。だからこそ多くの人がひろゆきさんの論破力に憧れてしまうということなんですよ。しかしですね、この論破力実はすごく危険なんです。そうなのと思った方、これからねちょっと丁寧に説明していきたいと思います。例えばね、こういう風な絵があったとします。これ皆さんは何の絵が見えるでしょうか？ウサギとアヒル、どちらかに見えますよね。で、同時に2つを認識することはできませんが、ウサギだと思えばウサギに見えてくるし、アヒルだと思えばアヒルに見えてきますよね。はい、では仮にあなたはアヒルだということを主張したとしましょう。そしてひろゆきと討論対決したとしましょう。これどうなるでしょうか？ちょっとやってみたいと思います。はい、この絵はアヒルです。いや、それあなたの感想ですよね。他の人はウサギに見えるって言ってますけど、それは無視していいんですか？いや、くちばしに見えるからアヒルなんです。でも、くちばしに見えるか耳に見えるかは人それぞれですよね。つまり、それって客観的な事実じゃなくて、主観的な感想なんじゃないですか。でも一目で見た時にアヒルだと回答した人の割合が8割を超えてるんです。それは確かに事実かもしれませんが、どう見るかは人によって違うんで、どっちとも言えますよね。だから、これがアヒルですって決めつけるのは無理がありますよ。いかがでしたか？ひろゆきが論破したって思いましたよね。でも皆さん、この論破って何の意味があるんでしょうか？これはアヒルとウサギという単純な例なんですが、現実ではもっと複雑な話題が討論の議題になってるんですよ。はい、そもそもなんでこのような討論になるかっていうことなんですけど、これね、人はそれぞれ異なる世界観を持っているからなんです。はい、皆さんがね同じような世界観を持っていたらこんな討論にはそもそもならないんですよ。はい、さっきの例で言うならアヒルと思っている世界観を持っている人とウサギと思っている世界観を持っている人、この2つがいるんですよね。これは単純な例です。はい、でここで一つ問いをさせてください。人々がこんなにも異なる世界観を持っているのは何が原因なんでしょうか？それはインターネットとかテレビとかのあらゆる情報のせいなんですよ。はい、昔はですね、情報が少なくて人々が異なる世界観を作ることがこれあんまりなかったというふうに言われてるんですね。はい、テレビで見る番組も一緒だし、情報源はね大体新聞だったわけですから。はい、しかしね、現代では自分たちが情報を取捨選択できるようになってしまったんで、自分がね好む世界観を形成できてしまってるんです。これはですね、AI がね自分の好む情報だけを選択しておすすめにするっていうことも大きいと思います。なのでこの異なる世界観っていうのをお互いに持っているということを自覚しない限り、これいくらね論破をしても何の生産性も生まないんですよ。だから異なる世界観を理解しない状態で一目見た時にアヒルだと回答した人の割合が多いというエビデンスをこれねいくら提示しても何の意味もないということなんです。
じゃあ例えばですよ、今問題になっている外国人問題。これにこのアヒルとウサギの例と同じようにちょっと議論をしていますね。ある人はこう主張します。外国人の受け入れを増やすべきだ。なぜなら労働力不足を解消できて日本経済の活性化につながるからだ。しかし別の人はこう反論します。いや、外国人を増やすと治安が悪くなったり文化の摩擦が起こるから反対だ。はい。これらの人々はね、異なる世界観の中から話をしているんですね。はい。どちらも自分の立場から見ればですよ、論破するための事実があるというふうに感じてるんです。例えば外国人受け入れ賛成の人は労働力不足のデータであったり経済成長の予測がですね論破するための事実だというふうに思ってるんですよ。一方でこの外国人を増やすと治安が悪くなることに賛成の人は治安の悪化だったり文化摩擦のニュース、こういうのが論破するための事実だというふうに思ってるんです。でもですね、それぞれの事実っていうのはこの属する世界観によって異なってしまうんですよ。だから外国人を増やすと治安が悪くなることに賛成の人に対していくらですね労働力不足のデータとかこれ経済成長の予測データを見せても論破する材料にはなり得ないんですね。はい、で仮にひろゆきが外国人を増やすと治安が悪くなることに賛成派だとしたら、こう言うと思います。いや、労働力不足のデータとか経済成長の予測って結局人口が関係してるんですよね。だったら移民増やすよりも出生率を上げる方のがむしろ根本的な解決策じゃないですか。それに治安が悪くなるニュースは実際に起きてる問題でそっちの方のが具体的で重い話だと思いますよ。はい、見ている視聴者はですね、ひろゆきが論破したというふうに思うかもしれませんが、これ結局何の解決にもなってないということなんですね。ではですね、正しい議論をするために何が必要なんでしょうか。この本ではズバリ社交が大切だというふうに言ってるんですよ。で、この考え方っていうのは歴史的に多くの哲学者たちによって深められてきたんですね。具体的にはね、この本では3人の方を説明しています。1人目はですね、カントという人です。これ知ってる方も多いと思いますね。はい。人はもともと他の人と距離を置きたがる性質があるというふうに言ってるんですね。はい。しかし自分を成長させたり、新しいことを知ったりするためには、他の人と話し合うことが必要だというふうに言ってるんです。でそこで社交という考え方が大切になるということなんですね。はい、カントはこの社交をただの喧嘩のような議論ではなくて、みんなが心地よく話し合える優雅なルールのようなものだというふうに言ったんです。社交はね、議論を耐えられるものに変えて成長可能にするものだというふうに言ったんですね。はい、次ですよ、ジンメルという哲学者なんですが、彼は社交を遊びとかゲームみたいなものだというふうに考えたんですね。遊びだからこそその場ではこの自分の属しているグループとか争いからまず一旦離れて一人の個人として自由に話しましょうと。で社交的な議論はその場限りのもので現実的な問題を持ち込まないで自由に意見を交換できる特別な空間だというふうにジンメルは言ったんです。つまり社交はですね、議論を非現実化して緊張とか敵対を和らげる役割を持ってるんだというふうに言ったんです。一方でヤスパースという哲学者ですね、この社交的な議論がさらに発展してより現実的な真実の交わりへとつながる可能性を示したんですね。はい、自分の考えが本当に正しいかということを確かめるためにはですね、他の人に説明しなければいけませんよね。そのために議論が必要になるんですが、この議論っていうのはですね、時に言い争いのようなものになってしまいますよね。だからこそまずは社交のようにお互いを尊重し合う関係を築くことがより良い議論へとつながるというふうにヤスパースは考えたんですね。はい、こうした哲学者の考えをまとめてみると、今のようにね、多様な価値観とか考え方が混ざり合うこういう社会において、この社交というのはね、議論をただの争いから守って敵対感情を和らげて生産的な議論をするための重要な技術だということが言えるというふうに言ってるんですよ。ではね、具体的に社交的な議論とはどんなものなのかということを知りたいですよね。でまず最も大切なこと、これは何かというと、相手と自分は異なる世界観を持っているんだってことを受け入れること、これが一番大事だというふうに言ってるんですね。はい、
私たちはそれぞれ違う情報を見て違う経験を積んでるんで、同じ物事でも全く違う見方をしている。これは当然のことなんです。まずこれを受け入れることが大事なんですね。しかしですよ、一般的な討論番組を見ていると、こういうね、異なる世界の存在っていうのを認めたりとか話題にすること、これほとんどないですよね。これなぜかっていうと、これそうしてしまうとですね、討論が白熱しないので、視聴者がね、この求める論破の瞬間とか感情的な対立っていうのが生まれにくくなってしまって、番組の人気が落ちてしまいますということなんですね。はい、だから討論番組ではお互いの世界観の違いを一回隠して相手の主張を批判したり議論したりする構成が多くなっていると、今そういうからくりになってるんですよ。しかしですよ、我々が生きているこの現実の対話とか議論においてはこのね、まず異なる世界観の存在を認めること、これが建設的な議論をする、スタートラインになるわけです。でそこから始まる、いわゆる社交的な議論っていうのは相手を倒すことじゃないんですね。お互いの違いを尊重しながら、和やかな雰囲気で続けていくことが求められるということなんです。だからこそ誰かと議論を始める時っていうのはにこやかに挨拶をする、これ大事ですよね。で相手の話を真摯に聞く、いわゆる傾聴ってやつですね。そして共感できるところにはそうですよねというふうに分かるように共感して、で笑い合うところはしっかりとお互いに笑い合ったりしたり、自分が説明する時にはですね、分かりやすい言葉で説明して、時にはね冗談を交えながら話すっていう、ごくごく当たり前に感じるかもしれませんが、こういうことがすごい重要になってくるんですよ。そして議論をね、適切なタイミングで切り上げて次回に持ち越すってこともこの社交の重要な技術だというふうにこの本では言っております。会議が終わった後に、その、会議の内容をね、お互いがね気持ちよく思い出せるようににこやかに解散するっていうことも忘れちゃいけませんよというふうに言ってるんです。はい、こうしたね社交的な議論のスタイルっていうのは誰かを論破して勝つことを目指してないですよね。はい、誰とでも仲良く建設的に話し合える関係を築くことを目的にしてるんです。でそうしたね建設的な議論ができればね、やがて合意形成も可能になりますし、お互いの理解とか、協力とかね生まれやすくなるんですよ。これこそがですね、現代社会に必要な議論のあり方ではないでしょうかというふうにこの本では締めくくっております。はい、このペンネームカタツムリさんもですね、ひろゆきの論破力に憧れているという部分はあると思いますが、論破っていうのはすごい危険なことであるし、現代の僕らが生きる社会においては、論破はそもそも必要ないということなんですよね。はい。そこをね十分に分かっていただいてきちんとした議論のやり方を学んでいただけたらいいなというふうに思います。はい。それではね、今回の動画はこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。